皆さんこんにちは。卓球の用具研究が生きがいのケンジです。アシスタントのミサキです。今日もディープでも最高にワクワクする卓球ギアの世界をお届けします。さてケンジさん、今日のテーマは視聴者様からもっと深く調べてほしいと熱いリクエストをいただいていたあのジャンルですよね。そうなんだ、ミサキちゃん。お待たせしました。今回は視聴者様コメントに対してさらに調べてみたシリーズの第85弾として、メーカーやベテランプレイヤーが普段なかなか教えてくれない縦目スピード系表ソフトラバーの物理的構造、そして国内外の類似製品の網羅的な学術比較をお届けします。表ソフトといえばつぶつぶが表面についているラバーですよね。でも縦目とかスピード系って裏ソフトをメインで使っている人や、これから表ソフトに挑戦しようとしている人にとってはちょっと謎に包まれた世界じゃないですか。まさにその通り。表ソフトは一見どれも同じように見えて、実はその中に縦目と横目という全く異なる物理法則に支配された2つの宇宙が存在しているんだ。特に今回はその中でも直線的な爆速スピードと魔球のようなナックルを生み出す縦目スピード系にスポットライトを当てて、材料工学や物理力学の視点から徹底的に解剖していくよ。材料工学に物理力学、難しそうだけどケンジさんの分かりやすい解説なら安心ですね。動画の最後まで見れば表ソフトを見る目がガラリと変わるはずです。表ソフト愛好家はもちろん、対表ソフト対策に悩む裏ソフトユーザーの視聴者様にとっても弾道の秘密が解き明かされる神回になると思うよ。それじゃあ早速縦目の深淵な世界へ飛び込んでみよう。さて、まずは今回の検証で分かった縦目スピード系表ソフトラバーの全体像をギュッとまとめたエグゼクティブサマリーからお伝えしましょう。今回の膨大な研究レポートから導き出された重要な発見は大きく分けて4つあるんだ。1つ目は、縦目配列が持つ力学的違法性が摩擦を抑えて平心運動エネルギー、つまりボールの弾き出すスピードを極限まで高めるということ。2つ目は、このカテゴリーの絶対的な基準値であるビクタスのスペクトル S1 が円柱と円錐台を組み合わせたハイブリッド形状によって弱打時のコントロールと強打時の爆発的な合成を両立しているということ。3つ目は、国内外の主要24製品をマッピングした結果、ドイツ SN 社の最新テンション技術や日本のエラストマー成形技術、アームストロング社の変化系アプローチなど、メーカーごとに独自の材料工学的進化を遂げていること。4つ目は、近年の高質な ABS ボールへの移行に対して最新の縦目ラバーは高粘打性ポリマーやマイクロレイヤー技術といった超微細な素材改革で対抗しているということなんだ。ひえ、一つのラバーのつぶつぶの中にそんな最先端の科学が詰まっているんですね。そうなんだよ。この後それぞれの発見について具体的な製品名や力学の数式も交えながら段階を追って詳しく解説していくからね。なるほど。スペクトルがなぜ何十年も愛されているのか、そして最新のラバーがどうやって進化しているのか、それぞれの詳細パートでじっくり明らかにしていくわけですね。これは楽しみです。縦目の弾道特性、スペクトルの気学的形状の秘密、そして他社製品との比較まで、視聴者様が今すぐ誰かに話したくなるような知識を満載でお届けするよ。では、いよいよ本編に入っていきましょう。そもそも表ソフトラバーの縦目って物理的にどういう構造のことを言うんですか？いい質問だね。ラケットのグリップを垂直に持った時、つまり私たちが普通にラケットを構えた時に、表面のピンプル、いわゆる粒が縦方向にきれいに並んでいる構造を縦目、バーティカルアラインメントと呼ぶんだ。縦に並んでいるのと横に並んでいるのではそんなに違いがあるんですか？これが打球時の摩擦力やゴムの変形に驚くほどの違いを生むんだよ。ボールがラバーに衝突してスイングの摩擦力を受けるとき、縦目配列だと粒と粒の間の溝がボールの進行方向に対して平行に走ることになる。つまりボールが動く方向に沿って溝があるから、トップシート全体の透過シェンダン弾性率、これを物理記号で G と呼ぶんだけど、このシェンダン弾性率が低下するんだ。シェンダン弾性率が低下する。つまり横に滑る力に対してラバーの抵抗が少なくなって変形しやすくなるということですか？その通り。スイング軌道上で怒鳴り合う粒同士がぶつかり合って邪魔をする相互干渉が非常に少ないんだ。ためにボールに対するラバー表面の変形抵抗が小さくなる。これが縦目配列のスピード系表ソフトを理解するための最も基本的な物理の出発点なんだ。へえ。粒の並び方だけでそんな風にゴムの変形のしやすさが変わってしまうなんて、まるでミクロの道路が縦に通っているようなものですね。まさにその表現がぴったりだよ。障害物のない縦のレーンをボールが滑り抜けるというようなイメージだね。粒の相互干渉が少なくなって変形抵抗が減少すると、実際に打ったボールにはどんな変化が起きるんでしょうか？
ここが材料力学的に最高に面白い部分なんだけど、打球時のエネルギー変換効率に劇的な変化が起きるんだ。エネルギーの変換ですか？そう、ラケットを振った時のエネルギーはボールの回転運動エネルギースピンと前に進む平進運動エネルギースピードの2つに分配されるよね。縦目配列ではボールがラバー表面をする際の摩擦抵抗が小さいため、インパクトのエネルギーが回転運動へと変換される割合がぐっと抑えられるんだ。ということは、回転にエネルギーが取られない分、前に進むスピードにエネルギーが回るということですね。大正解。平進運動エネルギーへの変換効率が最大化されるんだ。南6号卓球場の公式ホームページに掲載されている解説ブログでも指摘されているんだけど、この特性こそがスピード系と呼ばれる理由なんだよね。打球離れが極めて速く、打った瞬間に直線的な弾道で相手コートへ突き刺さる。なるほど。だから縦はスピードが出るんですね。回転をかけるのではなく、ラケットの力をダイレクトにスピードに変える。すごく合理的な構造です。そうなんだ。物理のエネルギー保存則がこのラバーの配列によって見事にコントロールされている証拠だね。スピードが出るのは分かりましたけど、表ソフトのもう一つの武器といえば、相手が嫌がるナックルですよね。これも縦目と関係があるんですか？もちろん大ありだよ。縦目配列が生み出す力学的な特性は、相手の強い上回転、つまりドライブに対してフラットにボールを当てた時に最も恐るべき効果を発揮するんだ。ドライブに対してフラットに当てるとどうなるんですか？相手のドライブが持つ回転エネルギーをラバー側が吸収したり、上書きして回転を掛け返したりせずに滑るようにして相殺してしまうんだ。これを用具の世界では回転のキャンセル効果と呼ぶ。キャンセル、相手の回転をなくなったことにしてしまうんですね。そう。今更聞けない表ラバーの特徴についてまとめた和志のノートの記事でも解説されているんだけど、このキャンセル効果によって相手コートには回転がほとんどかかっていない、いわゆるナックルボールが返球される。しかも縦目配列は急離れが速くて直線的な軌道を描くから、ナックルでありながら急激に沈み込むような非常にいやらしい弾道になるんだ。相手からするとスピードが速くて、しかも回転がなくて沈んでくるボールが飛んでくるわけですから、ラケットの角度を合わせるのが本当に難しそうですね。前々でのミート打ちやカウンターでこのボールを送られたら相手はひとたまりもないよね。これこそが縦目スピード系が全然速攻型プレイヤーに愛され続ける理由なんだ。ここからはその縦向くスピード系表ソフトラバーの歴史的基準値ともいえるビクタスのスペクトレース1について詳しく見ていきましょう。スペクトルといえば、かつては TSP ブランドとして、そして現在はビクタスブランドとして、世界中の数多くのチャンピオンの打球を支えてきた連接的な金型を持つラバーだね。ビクタスのブランドヒストリーによれば、伝統的な金型とゴム配合を完全に継承しているそうですが、一体どんな気学的形状をしているんですか？スペクトル S1 の粒形状は一見シンプルな粒に見えるけれど、気学的には円柱と円錐台形という非常に緻密なハイブリッド構造を採用しているんだ。円柱と円錐台形。そう。粒の先端部分はまっすぐな円柱の形をしているんだけれど、粒の根元土台に向かうにつれて目広がりな円錐台の形に広がっている。このハイブリッド設計がボールを捉えた時の材料力学的な挙動に段階的な変化をもたらすんだよ。段階的な変化ですか？うん。弱い力でボールが当たった時と強い力で打ち抜いた時とで粒の踏ん張り方が自動的にシフトする仕組みなんだ。このスマートな設計がスペクトルを名作たらしめている最大の秘密なんだよ。単なるゴムの突起物かと思ったら、先端と根元で形が違っていて、それぞれ役割があるなんて本当に職人技ですね。粒の円柱プラス円錐台形の構造がどうして段階的な変化を生み出すのか、もっと理科的に物理的に教えてください。よし、それじゃあ少しだけ物理の数式を使って解説しよう。打球時に粒が曲がる挙動は材料力学における簡易的な弾性針モデルで説明できるんだ。粒の曲げ合成を KB とすると KB イコール 3EI 分の H の3乗という数式で表される。ここで E はゴムのヤング率、I は断面二次モーメント、H は粒の高さだ。さらに円柱の断面二次モーメント I は粒の直径を D とすると I イコール π×D の4乗割る64となるんだ。ということは、粒の直径 D が大きくなればなるほど、断面二次モーメント I は4乗で大きくなって曲げ合成 KB も跳ね上がるということですね。まさにその通り。スペクトルの根元の円錐台の部分は実質的に直径 D が非常に大きくなっている状態だよね。だから相手の強打をスマッシュで打ち返すような大変形領域では、粒の根元が強烈に踏ん張って粒自体の座屈を折れ曲がりを防ぐんだ。その結果、ラケットの基板ブレードまでダイレクトにエネルギーが伝わって、金属的な爆音とともに高スピードのスマッシュが放たれる。じゃあ逆にレシーブやブロックみたいな弱い打球の時はどうなるんですか？弱くの時は先端の細い円柱の部分だけが柔軟に変形する。
この領域は実質的な直径 D が小さいから合成 KB が低くて柔らかい。だからボールの勢いを適度に吸収して狙った場所にきっちりボールをコントロールできるんだ。なるほど。強い打球には根元が踏ん張ってスピードを出し、弱い打球には先端がしなってコントロールを助ける。数式で見るとそのメカニズムが完璧に納得できます。スペクトル S1 の形状の凄さは分かりました。では使われているゴムの素材やスポンジについてはどうなんでしょう。スペクトル S1 のトップシートは合成ゴムだけでなく天然ゴムが非常に高い比率で配合されているんだ。天然ゴムが多いと何がいいんですか？天然ゴムは引っ張り強度と摩擦力、そして柔軟性のバランスに優れている。テンション効果をかけなくてもシートの表面でボールがつるっと滑るスリップ現象を防ぎ、ボールをつかむ的確なホールド感を確保してくれるんだよ。確かにいくらスピード系といっても滑りすぎてネットに直行したら意味がないですからね。スポンジの使用はどうなっていますか？ビクタスの公式製品スペックや製品レビューサイトの情報をまとめると、搭載されているのは内蔵テンション加工を施していない純粋な高弾性スポンジなんだ。スポンジコードは日本基準で 35.0 プラスマイナス3度のソフト高弾性仕様を採用しているよ。厚さは 1.3mm、1.6mm、2.0 マックスの4種類。薄いほどナックルの変化が大きくなり、厚いほど弾みとスピードが増す。基本性能はスピード値が 10.0、スピン値が 6.25 というバランスだね。テンションが入っていないからこそ自分の力加減がそのままボールに伝わってエラーが出にくいコントロール性能の高さが実現できているんですね。そう、現代のテンションラバーのような爆発的な自転能力はないけれど、その分扱いやすさは天下一品。まさに表ソフトの原点にして頂点というスペックだよ。ここで一つ注意しておきたいことがあるんですよね。市場にはたくさんの表ソフトラバーがありますが、全てがこの縦目スピード系ではないと。そうなんだ。表ソフトを大きく二分するもう一つのカテゴリーが横目スピン系だ。今回の網羅的比較にあたっては学術的な正確性を期すためにこれらの横目スピン系製品を明確に対象外として除外している。間違えて買っちゃうと全く性質が違うから大変ですね。具体的にどんな有名ラバーが横目スピン系なんですか？例えば以下のような製品が代表的だね。ビクタスのスピンピップス D1、D2、D3 や VO1 マガニ、ニッタクラバーのモリスと SPAX、ヤサカラバーのラクザ PO、バタフライのインパーシャル XS、ミズノのブースター SA。なるほど。これらは回転をかけることを主目的にしているから、粒が横に並んでいてボールとの摩擦を大きくするように作られているんですね。その通り。だからナックルで相手を惑わせたい、直線的な爆速ミート打ちをしたいというプレイヤーは、これらの横目スピン系ではなく、これから紹介する縦目スピード系から選ぶ必要があるんだよ。それではいよいよ国内外の縦目スピード系表ソフトラバーを網羅したマトリクス分析を解説していきましょう。まずは基準であるスペクトルを要するビクタスのラインナップからです。ビクタスは歴史的なスペクトルの DNA を現代に継承しつつ、様々なバリエーションを展開しているんだ。まず先ほど紹介した高弾性のスペクトル S1、そしてスペクトル S1 の金型をそのまま使いながら気泡の大きい現代的なハイエナジーテンションスポンジを融合させたスペクトル S2。S1 のコントロールと粒の設計はそのままに、スピードと弾みをテンションスポンジで強化したのが S2 なんですね。じゃあ S3 はどうなんですか？ S3 は S2 と同じテンションスポンジを使いつつ、粒の設計をさらに変化が最大化するようにチューニングしたモデルなんだ。より攻撃的で変化に富んだプレーができる。さらにドイツ ESN 社と共同開発した VO101 というラバーもあるよ。おー、VO101。これすごく弾むって評判ですよね。そう。シートが極限まで薄く設計されていて、粒形状は円柱プラス台形。限界値に近い球離れの速さとフラットに当てた時の超高速スピードを追求したビクタスのモダン縦目スピード系の最有力と言えるモデルだね。スペクトルの王道進化からドイツ製テンションの爆速モデルまで、ビクタスだけでもバリエーションがすごく豊かですね。続いて日本の三大織色メーカーであるニッタク、バタフライ、ヤサカの縦目スピード系製品について解説をお願いします。まずニッタクだけど、言わずと知れた超有名ラバーモリスト SP がある。これはドイツ ESN 製のテンションラバーで、粒形状は円柱プラス台形。スマッシュの破壊力とブロックの安定感のバランスが素晴らしいんだ。そしてもう一つがハモンド FA。ハモンド FA、安定した刃が多いラバーですね。そう、ゴム分子に特殊な張力を加えるインサイドエフェクト技術を採用していて、とても軽量。打球時の金属音が特徴の縦目ラバーだ。
次にバタフライだけど、代表的なのがインパーシャル XB とフレアストーム2。インパーシャル XB はハイテンション技術を使った縦目ラバーですね。その通り、高高度のシートにソフトなテンションスポンジを組み合わせていて非常にバランスが良い。対してフレアストーム2は極限までスピードに特化していて、放物線が極めて低く、相手コートで鋭く沈む弾道が特徴だ。そして最後はヤサカのオリジナルシリーズ。オリジナル。これぞ昭和から続く超ロングセラーじゃないですか。まさに生ける伝説だね。高弾性非テンションの設計で、大粒、小粒、T バージョンの3つがラインナップされている。摩擦を極限まで抑えたシートから繰り出されるナックルは、現代のテンションラバーでは絶対に出せない唯一無二の変化量を持っているんだよ。歴史的な名作からハイテクテンションまで、各社がプライドをかけて縦目の性能を競い合っているのがよくわかります。続いては海外ブランドやスポーツ総合メーカーのスティガ、シオム、アンドロ、ミズノの縦目スピード計を見ていきましょう。まずスウェーデンのスティガがリリースしているシメトリとその高質版であるシメトリハードだ。スティガのシメトリって縦目なのにものすごくボールが引っかかるって噂を聞いたことがあります。そうなんだ。これは特殊設計の対粒抵抗ピンプルを採用していて、縦目でありながら驚異的な食い込みとスピン性能を両立した新世代のテンションラバーなんだよ。次にシオムのベガスポ。大人気ベガシリーズにも縦目表ソフトがあったんですね。ドイツ ESN 製でハイパーエラスト技術による寿命の長さが魅力。高水準のナックルとスピードをリーズナブルな価格で実現している。そしてアンドロのヘキサーピップス。これは物理構造的に非常にユニークな特徴を持っている。ユニークってどんな特徴なんですか？詳しくは後ほど個別パートで深掘りするけれど、なんと貼り付ける向きを変えることで縦目、スピードと横目、スピンをプレイヤー自身が選択できるという特殊な構造なんだ。最後にミズノのブースター JP。ミズノのブースター JP は日本の技術が詰まったテンションラバーですね。そう、前陣でのミート打ちにおけるナックルの鋭さと決定打となるスマッシュの初速スピードに特化した競技者向けの硬派な仕様になっているよ。貼り付ける向きを変えられるラバーなんて、そんなユニークな発想もあるとは驚きです。さあ次はコアな卓球ファンから熱狂的な支持を受ける変化系個性派メーカーのアームストロングとジュイックの縦目スピード系です。まずアームストロングといえば表ソフトの代名詞アタック8シリーズだ。ここには M 粒、中粒、高粒と L 粒、極太がある。アタック8は福原愛さんが使っていたことでも超有名ですよね。まさにその通り。アタック8の M 粒はピンプルの高さが極めて高く、通常の表ソフトというよりは粒高ラバーに近い挙動を示すんだ。だからカットブロックやレシーブ時のナックル変化量が最大級に大きい。一方の L 粒は重径を太くすることで攻撃時のスピードと安定性を高めている。さらにシート合成を高めてつっつきやブロックの減衰力を強化したアタック3もあるよ。アームストロングの粒高変化アプローチは本当に独特ですね。ジュイックはどうですか？ジュイックはフラットスマッシュの威力に全てのパラメーターを振ったパチスマ V のほか、非常に面白いキラーシリーズを展開している。ドイツ製のキラープロとよりスポンジを柔らかくしたキラーエクストリームだ。キラーって名前からして恐ろしいラバーですね。形状としては特殊半粒ハーフピンプルと呼ばれる表ソフトと粒高の中間のような粒なんだ。表ソフトとしての攻撃力を維持しながら相手コートで急激に沈み込む、まさにキラー級のナックル変化を自動的に誘発するラバーだよ。変化で翻弄するアタック8に沈み込みで殺すキラー。癖の強い縦目ラバーたち、一度使ったらやみつきになりそうです。マッピングの締めくくりは中国の超大手 DHS とヨーロッパの伝統を誇るティバーの縦目スピード系です。中国式速攻の原点ともいえるのが DHS の651だ。これは高密度の円柱形の大粒をぎっしり縦目に配置した非テンションのラバー。中国の表ソフトって裏ソフトみたいにちょっと粘り気があるイメージですけど。その通り。シート表面に中国製特有のわずかな粘着性があり、これがプラスチックボールをガチッと掴んで非常に重たい沈むスマッシュを生み出すんだ。対するティバーのスピーディーソフトはこれぞヨーロッパの正統派スピード目。ヨーロッパの選手がバック面に張ってパンパン弾いているイメージですね。円柱プラス台形のシンプルな粒形状でコントロールを最優先した設計。前前でのピッチ操作やミート打ちを自分の力加減でカチッと制御したい選手に愛されている。これで主要24製品の縦目ラバーのマッピングが出揃いましたね。世界中のメーカーがいかに異なる設計思想で縦目という構造を料理しているかが一国で分かって続々してきました。
素晴らしいね、美咲ちゃん。じゃあここからは特に材料工学的に面白いアプローチをしている4つの主要製品を個別に抽出して、その超緻密な物理ダイナミックスをディープに解説していこう。個別心微活解析のトップバッターは日本代表の板尾美ママ選手が長年バック面に使用し、世界トップクラスの高速スマッシュとカウンターを実証してきたモリスト SP です。モリスト SP は先ほど紹介したドイツ ESN 社のテンサー技術を採用した縦目ラバーだ。このラバーの材料工学的特徴は大きく分けて2つある。1つ目はスペクトル S1 と比較して粒の頂点の直径が大きく、形状が円柱と体型であること。粒のてっぺんが太いと何が変わるんですか？ボールが当たった最初の瞬間に粒がぐにゃっと曲がる微小変形が抑えられるんだ。つまり力が逃げずにボールへ迅速に伝わる。これがモリスト SP の誇る圧倒的な球離れの速さを生み出しているんだよ。2つ目はスポンジのフィジカル構造だ。ドイツ基準で40度、日本基準で約30度という非常に柔らかいスポンジですよね。そう。しかもこのスポンジを顕微鏡で見ると肉眼でもわかるほどの大きな気泡、いわゆるスイスチーズ状の大気孔が無数に内包されている。軽いタッチの時はボールの衝撃を気泡の中の空気が圧縮されることでスッと吸収するから、ブロックが驚くほど止まる。しかし強く食い込ませた瞬間、ゴム分子のプレテンションとスポンジの復元力が一気に解放されて、火山が噴火するような高反発力、いわゆるカタポルト効果が発揮されるんだ。なるほど。軽く当てると止まり、強く押すと爆発的に弾む。伊藤美ママ選手があれだけ自由自在にブロックと一撃スマッシュを打ち分けられる秘密は、このスイスチーズスポンジの二面性にあったんですね。物理的な気泡のダイナミクスが世界のトップで戦う技術を支える好例だね。続いてはバタフライの技術が結集した縦目ハイテンション表ソフトインパーシャル XB です。こちらはどんなサイエンスが隠されているんでしょうか？インパーシャル XB の最大の強みはトップシートの材料科学と極限の幾何学設計の融合にあるんだ。まずシートの素材だけど、バタフライが誇る高強度なエラストマー技術が惜しみなく投入されている。従来の表ソフトって使っているうちに粒の根元からプチプチちぎれちゃうのが悩みでしたよね。そう、特にパワーのある選手が使うと粒の破損が早かった。でもインパーシャル XB はゴムの分子構造を見直して、引っ張り強さと弾性回復力を劇的に高めることで驚異的な寿命の長さを獲得しているんだ。エンド、粒の形状は円柱プラス台形なんだけど、その台形部分斜面の比率が非常に高く設計されている。粒の根元ががっちりした台形になっているということは、先ほど説明した断面二次モーメンと I が極めて大きい。つまり粒全体の曲げ合成が凄まじく高いんだ。これによって相手のドライブの強烈な回転がかかったボールが衝突しても、粒が不規則に折れ曲がって倒れることが絶対にない。スポンジは30度と柔らかいけれど、シートの圧倒的な合成とテンションによって打球感はスペクトルよりもしっかり硬く感じられる。相手の回転を粒の圧倒的な硬さで力ずくで潰して弾き出すわけですね。その通り。だから前陣でのカウンタースマッシュにおいてブレのない直線弾道と絶対的なスピードを生み出すことができる。まさに攻撃に徹した強固な盾と矛を合わせ持つラバーなんだよ。次はこれまで縦目表ソフトの常識を覆したと言われるスチーガのシンメトリーです。何がそんなに常識破りなんですか？一般的に縦目イコール球離れが速くて回転がかからないというのが卓球界の物理の定説だったよね。しかしシンメトリーは縦目でありながら裏ソフトのように綺麗な放物線を描いて高い回転をかけられるという逆転の設計思想で作られているんだ。縦目なのにスピンがかかって放物線を描くんですか？それってどうやって実現しているんですか？秘密は極めてマイルドで柔らかい39度日本基準の超柔軟スポンジとピンプルの抵抗大粒設計にある。シンメトリーは粒の高さが低く、その代わり直径が非常に大きい。粒が低くて太いということは折れ曲がりにくいですよね。そう。粒自体がくにゃっと横に倒れる余地がほとんどないんだ。その結果、ボールが衝突した時、粒が倒れる代わりにラバー全体がスポンジの奥深くまでボールを包み込むようにホールドする。粒を倒して滑らせるんじゃなくて、ラバー全体を重かせてボールをつかむ。まさにそれ。この長い球持ち時間のおかげで打撃時のエネルギーロスを最小限に抑えつつ、縦目のスピード感を残しながら裏ソフトのように安全に前陣ドライブをコートに収めることができる。自動的にナックルが出るスペクトルとは違って、自分でしっかり押し込んだ時だけ意図的にナックルを出せるというマニュアル操作性の高さが魅力のラバーなんだ。縦目のスピード性能を生かしながら安定感と回転も諦めない。まさに材料力学のパラダイムシフトですね。個別解析の最後はドイツアンドロ社のヘキサピップスです。
貼り付ける向きで縦目と横目を切り替えられるなんて、本当にそんなことができるんですか？これがシートの幾何学的な対称性を応用した非常にスマートな設計なんだ。通常の表ソフトはロゴマークが下に来るように貼るとあらかじめ決められた縦目か横目になる。でもヘキサピップスは粒と粒の間隔、ピッチが縦方向と横方向で完全に同じ1対1の対象になるように設計されているんだ。つまりラバー自体は最初から四角い正方形のような対称の粒パターンになっているんですね。そう。そしてラバーの端にあるロゴマークの印刷領域が隣り合う2つの辺に配置されている。だからロゴを基準にして普通に貼ると横目回転形になり、ラバーを90度くるっと回転させて貼ると縦目スピード形に変化するんだ。うわー、それ自分でハサミで切る位置を変えるだけで1枚のラバーが2つの顔を持つようになるなんて面白すぎます。プレイヤー自身の手で力学的批評性をカスタマイズできる唯一無二の構造だよね。縦目設定にして貼り付けると ESN 製特有のコシがある 37.5 度ドイツコードのスポンジが玉離れの速さを極限までサポートする。バックハンドのミート打ちでは爆発的なスピードが出て、滑るようなナックルショートが簡単に出せるようになるんだ。自分のスイングの成長や戦術に合わせて貼る向きを変えてテストできるなんて、用具マニアにはたまらない究極のギミックですね。さあ、ここからはさらに専門的な話になります。卓球界の大きな変化といえばプラスチックボール、そして現在の ABS 樹脂製ボールはの完全移行ですよね。これが縦目スピード系ラバーに大きな試練を与えたとか？そうなんだ。2014年以降に主流となった ABS 素材のボールは従来のセルロイド製ボールに比べて表面の摩擦係数が低い、滑りやすい、そして質量と完成モーメントが大きい、重いという物理特性を持っている。摩擦が低くて重いボール、それって滑りやすい縦目スピード系表ソフトにとっては天敵じゃないですか？まさに致命的なエラーを引き起こす原因になった。打球時にボールがシート表面でつるっと滑ってネットにボトッと落ちるドロップ現象が多発したんだ。この深刻なパラドックスを解決するために最新の縦目ラバーは2つの最先端アプローチを取り入れている。まず1つ目が高粘弾性ポリマーのトップシート設計だ。ゴム自体の素材を変えたんですね。そう。天然ゴムの配合を見直すとともにゴムの中にシリカなどの硬化性フィラーを超微細分散させて配合した。これにより摩擦係数の低い ABS ボールに対してもゴム分子が瞬時に吸い付くような局所的な強着な擦力を発生させることに成功したんだ。球離れの速さはそのままに絶対に滑らないグリップ力を手に入れたんだよ。素材そのものの化学結合レベルでの大改革ですね。2つ目のアプローチは何ですか？ ESN 社が開発したマイクロレイヤー技術に代表されるシートの底比、ベース層を極限まで薄くする工法だ。底比が薄くなるとボールが当たった瞬間に粒自体がスポンジへと一瞬で深く沈み込む。これにより衝突エネルギーがダイレクトにテンションスポンジへと伝わり、すまさしい反発スピードと飛距離を両立できるようになったんだ。なるほど。プラスチックボールという物理的な逆風に対してラバーメーカーは化学と構造工学の力で見事に打ち勝ったわけですね。いよいよ最後のパートとなりました。今日は縦目スピード系表ソフトラバーという普段あまり目立たないけれど驚くほどの科学と技術が詰まった世界を旅してきましたね。縦目の持つ透過線断弾性率 G の低下という力学的な違法性が球離れの速さと極限の並進スピードを生み出し、ドライブを無効化するナックル効果をもたらす、このシンプルな物理法則から始まったんだよね。そしてその原点であるスペクトル S1 が誇る円柱と円錐体の黄金比率、さらには各メーカーが ABS ボールの滑り対策として高活性ヒラーの分散技術やマイクロレイヤー技術といった目に見えないミクロの領域で今なお進化を続けている。卓球の用具開発の情熱には本当に脱帽です。卓球はほんの1ミリいやコンマ数ミリの粒の気学形状やゴム分子の配合の違いで勝敗が大きく左右されるスポーツだからこそ、自分のプレースタイルに完璧に合致したパテ目を見つけることが前線での絶対的な支配者になるための近道なんだ。視聴者様の中でも自分にはどの縦目が合うだろうと気になった方は、ぜひ今日のマトリックスや深掘り解説を参考にして最高の相棒を選んでみてくださいね。今回の徹底解説が皆さんの卓球ライフのヒントになれば最高に嬉しいです。それでは本日の解説はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。